はい、こんにちは。ゴイソブのマサです。今回もですね、ゼナックさんから商品レビュー用にアキュラシリーズのニューロット 95H タイプ R をですね、商品提供いただきましたので、今回紹介していきたいと思います。はい、それでですね、今回の動画の流れは以下のようになっています。ちなみに本チャンネルゴイス部なんですけど、オーストラリアはシドニーをベースにですね、ロックショアの実調や関連するアイテムの紹介を行っているチャンネルになっています。過去にですね、100H タイプ R の商品レビュー動画や、ソニオアキュラ 100WH の動画も紹介していますので、そちらの動画もご覧ください。では本編の方行ってみましょう。はい、それではですね、製品の詳細について見ていきたいと思います。まず最初にですね、ロットの長さなんですけど、こちらは 9.5 フィートという風になっていて、重さが 365g という風になっています。で、姉妹寸法は150センチという風になっています。さて、ゼナックの特徴でもある幅広いルアーのキャストウェイトレンジについてなんですけど、こちらはですね、ジグが下が 30g から 230g っていう風になっていて、プラグがですね、下が 30g から 180g っていう風になっています。ちなみにベストマッチのウェイトなんですけど、ジグが 50g から 180g、プラグが 40g から 150g という風なベストマッチルアーという風になっています。さて次はですね、適合 PE とリールについて話していきたいと思います。適合 PE なんですけど、2号から6号という風になっていて、シマの大話者のリールでいうと8000番のスプールサイズから14000番という形になっています。ちなみに自分はですね、シマノのツインパワー SW の8000番に P4 号を巻いて使用してきました。次はですね、ロットの価格についてなんですけど、タイプ R がですね、税抜き7万7000円という風になっていて、オーシャンモデルが税抜き5万7000円という風になっています。販売方法なんですけど、タイプ R がいつも通りのセグメントオーダー方式で、オーシャンモデルが通常販売という風になっているようです。さてここからはですね、 95H の特徴について話していきたいと思います。それとですね、 95H は2つのタイプ R とオーシャンモデルがあるんですけど、これから説明していく内容はタイプ R にフォーカスを絞った内容で話していく内容となっています。まず最初にですね、タイプ R おなじみの3つの下記のような特徴があります。この下記の3つの特徴についてなんですけど、自分の過去動画の 100H タイプ R のレビュー動画の中でですね、詳しく説明しているので、そちらも見ていただければと思います。で、1つ目の、シングルラッピングの RG ガイドについてなんですけど、このガイドはですね、小口径高足バットガイドによりラインを効率的に収束させることができて、直線的に放出することができるんですね。それとですね、タイプ R ではブランクに直接ガイドが乗るシングルラッピング方式が採用されているので、ライン抜けだったりとかですね、風の影響を最小限に抑えることができます。はい、2つ目のこのヘキサゴンリールシートについてなんですけど、こちらはですね、ゼナックの特許出願中の、高強度カーボンを使用したリールシートになっています。高強度カーボンを使用していることで、ブレない骨格を持っていてですね、手に馴染むラバーで覆っているので、リールと、リールシートが一体感が、あるっていうところと、あとは安定したですね、装着感があるっていうところがメリットになっています。はい、最後3つ目のヘキサゴンフロントグリップについてなんですけど、こちらはですね、通常のロッドとは異なって握りやすい六角形の形をしています。そのためですね、ファイティングの時ですね、握力を減らして大型魚とのファイトでですね、ロッドをしっかり保持することができるので、長時間のリフティングやリーディングがですね、向上するっていうようなメリットのものになっています。さて今回注目すべき特徴の DBL ストラクチャーが、組み込まれた新しいブランク構造について説明していきたいと思います。ズバリですね、この DBL ストラクチャーは何かというとですね、複数のカーボン素材をですね、複雑な方向に組み合わせてそれを重ねていく技法という風になっているようですね。ちょっと難しい内容なので私もあれなんですけど、そういった、技法になっていて、それを、今回 95H に、組み込んだというようなものになっているようですね。この DBL ストラクチャーの恩恵によってですね、釣り人が楽な姿勢でロッドを曲げ込んで、モンスター魚を浮かせられる、ロッドブランク設計になっていたりですね、あとはですね、投げられるルアーレンジが広くなるようなベリーからバットが負荷に応じて曲がり込むような形で、設計されていますので、結果的にですね、軽いルアーから重いルアーまで投げられるような、そういうブランク設計というふうになっているようです。これらは全て、DBL ストラクチャーの恩恵というふうになっているようですね。
さて、あと DBL ストラクチャーのね、メリットについて、一つ追加で話していきたいと思います。こちらはですね、100H タイプ R よりですね、95H の方が、ティップ部分が、シャープになっているということで、ジグのキャスタビリティや操作感が上がっています。特にジグを遠くに伸ばす時のライン抜けだったりとかですね、フィーリングがかなり、シャープになっているので、個人的にはですね、結構好きなテイストになっているようなロットになっています。はい、それではですね、今日はこのリュアー、プラグ4つ、ジグ4つを投げていきたいと思います。でジグの方なんですけど、下から 40g、85g、150g、200g。で、プラグの方なんですけど、ラピード160、190、230。で最後にポッピングの感じを見たいんで、ダックダイブナイフ230を持ってきています。じゃあ投げてみたいと思います。はい、それではですね、実際にルアーを投げていきたいと思います。で、使っている、タックルなんですけど、リールがですね、ツインパの8000番の HG ですね、P45 巻いてます。で、リーダーは120ポンドで、長さが約 2.5 キロですね。では、40g からいってみましょう。はい、次はですね、ジグの 85g いってみましょう。はい、それではですね、メタルジグ 150g いってみましょう。はい、それではですね、メタルジグ 200g いってみましょう。はい、それではですね、プラグ、F160 からいってみましょう。はい、それではですね、ラピード F190 いきます。はい、それではですね、ラピード F230 投げてみましょう。はい、それでは最後にですね、ダックダイブ F230 いってみましょう。はい、ここからはですね、100H との違いについて個人的な感覚で、説明していきたいと思います。はい、まず1つ目はですね、100H と 95H の違いについてなんですけど、こちらはですね、先ほど触れた通りですね、95H の方がティップ部分がシャープになってるっていうことで、ジグのキャスタビリティや操作感ですね、あとポッパー系のポッピングの操作感が、向上しているというふうに感じました。逆にですね、じゃあ、大ペンが操作しにくくなったかっていうと、そういうことではなくてですね、ジグの操作感、ポッピングのしやすさ、プラスアルファで、大ペンが操作しやすいドットというふうに仕上がっているっていうものになります。はい、次はですね、100H と 95H、どちらか1本持っていくならどっちにするっていう点で話していきたいと思います。
これはかなり個人的な感触にはなるんですけど、オールラウンダーでいくのであれば 95H を1本持っていくっていうふうに思っています。理由としては先ほどのね、ジグの操作感、ポッピングのしやすさ、プラスアルファの、大ペンの操作しやすさが残っているっていう点で、オールラウンダーでね、この1本でいけるので、95H を持っていくっていうような感じだと思います。じゃあ逆に、じゃあ2本持っていくなら、どうするかっていうと、95H を、ジグ、ポッピング用に割り当てて、100H はですね、大ペン専用として、2本使い分けていくっていうような内容になると思います。はい、どうもこんにちは、ゴーイソブのマサです。それではですね、今日は、新しいゼナック 95H ですね、製品提供いただいた、このロットをですね、まず最初に一発目、実況やっていきたいと思います。今日使っているタックルなんですけど、リードはいつも通りツインパ8000番の HG ですね、P45、リーダー120ポンド巻いてます。で、まず最初にですね、ポップクイーンの F200 からね、やってみたいと思います。はい、じゃあ実況やっていきましょう。初 95H ですね、アキラ。こんなキャストフィーリングな、これがマジで一発目なんで、純粋な感想が出ますよ、これ。よっ、お、なるほどね。結構シャキッとしてますね、これ。今まで 100H 使ってたんですけど、100H のタイプ R。この今回の 95H タイプ R なんですけど、それよりやはりちょっと短くなってる分、振り抜け感がなおさら良くなってますね。タイプ R のロットなんですけど、95H は、P25 から P65 っていう、ラインレンジで、今までの 100H タイプ R は、P55 までっていう感じだったんで、一応こっちの方が、強度的には強くなってるんですよね。で、キャストのウェイトレンジも、100H タイプ R より広くなっていて、投げてる感じ、強度感っていうかパワー感ですね、もう増えてる感じがします。だいぶ高弾性とは言わないですけど、すごい張りのある感じになってますね。よし、出た。ヒットです。お、パワーも申し分ないのこれ。なんだろうこれ。ぼちぼちいくぞこれ。うわー、引くなこいつ。スレだ。よっ、でかいハガツオだな。はい、なかなかなサイズのハガツオですけど、95H 余裕ですね。ハガツオぐらいじゃあれですけど、いえいえ。
はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、このアキュラシリーズに新搭載された DBL ストラクチャーの乗った 95H はですね、今までのアキュラシリーズとはまた変わったテイストなのだなというふうに強く感じました。オールラウンダーでジグ、ポッピング、大ペンもいけるっていう形でですね、すごく使える一本だと思います。はい、でこの 95H タイプ R なんですけど、6月からですねまたセグメントオーダーの受付が再開されるので、今回ね動画を見ていただいて、気になったとかですね買うっていう方はですねぜひ、応募の検討をしてみてはいかがでしょうか。はい、最後にですね、ゴイス部各種 SNS やっています。X、Instagram、Facebook、LINE アット、あとスレッズもやっていますので、お気軽にフォローの方お願いいたします。あとですね、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画の作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。マサでした。